序章、奥田の暗示。物語はバンドのスタジオでの何気ない会話から始まる。奥田が突然、今アメリカで話題になっている映画、マトリックス。あれはただの映画じゃないんだ。と口にする。メンバーたちは、の言葉を軽く流すが奥田の言い方が少しだけ引っかかる。映画ってただのエンターテイメントだろ。松井が反応するが奥田は首をかしげながら言う。それが違うんだよ。あの映画。現実の裏に隠されたあるものを暗示している。マトリックスは俺たちが生きている世界そのものを問いかけている。誰かが世界をどう動かすかを決めているんだ。奥田は一瞬沈黙し続ける。公開されたタイミング。あれはただの偶然だと思うか。あんなタイミングで世界に影響を与える映画が現れるのは誰かの意図があったからだ。松井は首をかしげながらもその言葉を心に留めるが、奥田はそれ以上言わずに話題を変えてしまう。奥田は時折こうした暗示的な言葉を投げかけることがある。松井はその言葉が気になりつつも、奥田が何を言いたいのかはわからないままでいた。2チャンネルと意図された公開。映画マトリックスの日本公開が近づくと奥田は再びメンバーにこう言う。あの映画。公開された後何かが変わる。俺たちが見ている現実が少しずつでも変わっていく。それを感じ取れるかどうかがこれからの鍵だ。松井はそれって映画の話だろと尋ねるが奥田は表情で首を横に振る。映画そのものより映画が公開されたタイミングが重要なんだ。奥田の言葉に松井や川瀬は少し不安げな表情を浮かべるが奥田は続ける。2チャンネルってみんなが匿名で発言する場所だと思っているかもしれないけど、それも一つの仕掛けなんだよ。誰かが意図的に流布している。奥田はその言葉を重く受け止めるように口にした。映画も掲示板もどちらも人々を動かす力がある。あれらがどうして今、同時期に登場したのか考えてみるといい。すべてが偶然じゃない。奥田の言葉は暗示的でありながらも、誰かが世界を動かす力を持っていることを強く感じさせる。川瀬の気づきと歌詞の変化。奥田の言葉を受けて川瀬は次第に自分が閉じ込められていることに気づき始める。周囲の出来事や2チャンネルの動向、そしてマトリックスに象徴されるような疑念が彼女を悩ませ、ついにはの内面的な葛藤を歌詞として表現しようと決心する。ある日スタジオで一人静かにノートを開き川瀬は歌詞を書き始める。その歌詞には閉じ込められた現実からの解放をテーマにした言葉が並ぶ。長いため息のように過ぎた日々に決別することを誓う内容だ。川瀬が歌詞を完成させるとそれをバンドメンバーに見せる。松井と奥田はの歌詞を受け取り沈黙が流れる。奥田はその歌詞をじっと見つめ、ぽつりと言う。枠から抜け出すことを決めたんだな。川瀬はその言葉に何かを感じるが、奥田の本意をつかむことはできない。その後川瀬は歌詞に込めた内兵からの脱出のメッセージが自分自身の解放の証だと感じ始める。内兵からの脱出、意図的な未来への覚醒。川瀬の歌が完成し、その歌詞がバンドの次のシングルの歌詞に決まる。奥田は川瀬が自ら内兵からの脱出を歌詞に込めたことを認めつつ、彼女にこれ以上言葉を投げかけることはしない。その歌が世に出ると、川瀬の歌詞に込められたメッセージは多くの人々に響き、特に若者たちの間で大きな反響を呼ぶ。
彼女の歌詞は現実からの解放と未来への覚醒を感じさせるものであり、バンドの新たな一歩を象徴するものとなった。奥田はバンドメンバーに再びこう言う。映画や掲示板はただのツールだ。しかし俺たちの内面的な選択が世界を変える力を持っているんだ。その言葉には深い意味が込められているように感じるが、奥田は未来を知っているとは決して口にしなかった。